サイバートラック顔になった。すごい広くないですか？ウインカーレバーがちなみにシートも結構ゆったりしていて、はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆきです。今日はですね、以前テスラ新宿さんで内外装と使い勝手編をお届けさせていただきました新型のモデル Y、 一般道市場も叶いましたのでお届けしていきたいと思います。なんですけれども、この動画ではですね、今一度この新型モデル Y の内外装と使い勝手チェックしていきたいと思います。というのも前回ですね、テスラ新宿さんの展示車両ではですね、インターフェースちょっと触れなかった、インテリアをねご紹介できなかったので、今回はインテリア分厚めにいきたいと思いますので、皆さんぜひですねこの内外装と使い勝手編ご覧いただいて、この次にですね試乗動画をお届けしていきますので、ぜひご覧いただきたいと思います。それでは今日も最後までご覧いただけたら嬉しいです。チャンネル登録と高評価で応援してください。さあ、それではフロントフェイスです。もうすでにですねテスラ新宿さんの方で、撮影させていただいたやつが当チャンネルでも公開済みですので、エクステリアについてはそちらの方が詳しいと思います。皆さんぜひそちらの方ご覧いただきたいんですけれども、改めてこれざっといきますね。エクステリアは今回のメインは内装なので、というわけでですね、こちらエクステリアなんですが、もうサイバートラック顔になったというのが、最新のニュースとなっています。サイバートラックね、ご存知の通りサイバートラックですよ。韓流スターも買ってて乗ってるというのもですね結構話題になっておりますけれども、その顔になりました。すごいですね、鋭くてパッと見るとすごい変わったなと思うんですけれども、びっくりするのがなんかね、不思議なことにちゃんとテスラなんですよ。だからテスラじゃないですか。で、目もねすごい変わりましたし、実はですね今回空力がかなり上がってます。 CD 値が 0.23 が 0.22 まで上がっているということで、本当にねこの SUV のタイプなのにこんなに空力がいいのかと思うぐらいボディがですねしっかりと考えられているっていうところもテスラっぽい。ちなみにね、注目この辺なんですよ。センサー類の丸いやつが全然一個もないでしょ。実はですねテスラはもうセンサー類を全て排除してます。で、何で見てるかというとカメラなんですね。で、それで高度なセンシング技術を叶えているということで、この辺にセンサーがないがゆえにですね、ハーネスとか、それから半導体とかもかなり数を絞って作れたということもあるんだそうです。何よりもカーデザインがすごく綺麗に見えます。さて今回ですね、ハンドリングもすっごく良くなったんですけれども、空力もねやっぱりこういうところもねしっかり考えられてます。数値は伊達じゃないっていうような感じでしょうか。さあ、そしてサイドビューです。モデル Y は SUV ですので非常に背が高いです。ここを頂点としてですね、結構ボリュームのあるその車高なんですけれども、リアクォーターにかけてはかなり絞られているので、サイズ的にはですねそんなにちっちゃくないんですよね。そんなにちっちゃくないんですけれども、そんなに大きくもない、意外と乗るとすごく小さく感じるので、このハンドリング性能っていうのもいいかなと思います。それからやっぱりそのアメリカで作られている車っていうのもありますので、室内空間がすごいリッチなんですね。で、これはその後に内装編でお届けしていきたいと思います。さあ、こちらのホイールです。ホイールも機能部品としてですね、電気自動車なので結構ねここにブレーキの熱を逃がさなくても回生しているっていうのがあるので、閉じても割と構造的に大丈夫っていうねメリットはあるんですけれども、そんな中で風の巻き込みがなるべくないようにですね閉じられた形状になっているっていうところもデザインとして面白い部分だと思います。で、このデザインがまたマットのグレーで、すごくストリートっぽくてかっこいいんですよね。というわけで今回はですね19インチ履いてますけれども、この19インチにもこういった形状のホイールが入りました。めちゃくちゃおしゃれですよね。もう見た目におしゃれ、足元黒いとやっぱ締まって見えますし、ここがマットっていうのがまたねデザイン性というか先進性というのを感じさせます。はい、そしてリアビューです。これですね販売店の方でも見せていただいてめちゃめちゃかっこよかったんですけど、ここですよね。この間接照明みたいになっているここ、ちょっともしかしたらですね、消えたつきましたねやっぱりね電気自動車なので降りると結構すぐにオフされちゃうんですけれども、ここに間接照明みたいな技術が使われてるんですよ。これがまたすごいムーディーで、多分今日明るいから動画だとあんまり伝わらないかもしれないんですけど、夜本当にすっごい綺麗だと思います。はい、ちなみにですねラケッチ開けてみるとめっちゃ広いんですよ。めちゃくちゃ広いです。もうびっくりするぐらい広いです。もう乗りますよ。こんなです。すごい広くないですか？実はですね北米では3列シートものもあります。日本は2列のものしか入ってないんですけれども、ここに1つシートあるぐらい広いですよね。はい、さらにですねここにボタンがついていて、このように優しく倒れます。こっちも優しく倒れます。倒れるだけじゃなくて
起きもします。うわーいい。でテスラといえばなんですけれども、このようにですね、うわすごいちょっと見ちゃいけないものがいろいろありましたけど、ちょっといろんなものが入っていてあれですけど、こんな風にですね全てストレージになっているっていうですね、これがこういろいろとアレンジできるはずなんですよ。でこういうところもちょっと面白いですし、ここもめっちゃ深いです。ここもね。さあそれではですね、特に今回お見せしたかったインテリアいきたいと思います。前回はねこういうアングルでしか撮れなかったのでご紹介していきたいんですが、この辺も非常に綺麗ですよね。でテスラの特徴としてはですね、いち早く動物性の素材から脱却しているっていうところでしょうか。これ全部ですねエコレザーとかエシカルレザーというかね、いわゆる合皮なんですけれども、綺麗すぎて、素材なんて何でもいいやん、綺麗だったらって思うぐらい非常に綺麗です。でほらね、もうテスラ大好き。もうその理由としてはやっぱりもう本当に私このテスラの白の内装がめちゃくちゃ大好きで、めちゃくちゃ綺麗。こんだけですねそのクリーンなホワイトの内装を使っているメーカーって今実はあんまなくて、もう心が浮き立ちますよね。ちょっといろいろ汚れとか気になるかもしれないんですけれども、私買うなら絶対もうこれって決めてます買う予定は今のところないですけど、もうこれ一色じゃないかなって思います。乗るとおなじみテスラでございますけれども、内装も本当にいろんなところがですね細かく変わってるんですね。でお話をしていきますと、まずですよ、ここめっちゃ細かいけどドアのオープナーがめちゃくちゃ分かりやすいね、こうピクトグラムみたいな絵が入ったんですよ。でこれを押すと開くんですけれども、これね押すのをまたこうガチャとかやらなくてもいいのもですねワンスイッチでこの電動のラッチになってるっていうのもとってもおしゃれですし、これドアですよとかね分かりやすくなりました。であとウィンドウのユニットはこうなっています。そして、大きな違いといえばですね、こうほらあれがないんですよね。シフトのコラムがなくなりました。でここはもう何にもない、スッカスカです。なんですけれども、なんとモデル3でなくなってしまったウインカーレバーが生まれました。ここに採用となりました。でこれめちゃめちゃ嬉しいと思います。でちょっと前までねこの中に入ってたりとかして、左右にあったりとかしてっていう時があったので、やっぱりこういうねレバーは物理であるとすごく嬉しいですし、またこのレバーの形状がおしゃれなんですよ。なんか細くてちょっと有機的なラインになっていて、ユニバーサルデザインでもうめちゃくちゃかっこいい形状なので、ここも視覚的にもですねデザインを邪魔しないかなとも思います。でこの辺のボタンのデザインもですね、少しこう優しくなって、何にもない感はね変わってないんですけれども、ここもいろんな機能に振り分けられていくので、非常に分かりやすい。実はですね、慣れると使いやすいけど慣れるまでが大変っていうね、そういう感じですかね。でおなじみのこのインターフェースです。これは横型の大きなものになっています。でこの中で本当にいろんなことができるんですけれども、実は今回ですね私たち試乗会なのでストアモードといって試乗車専用モードになっていて、一回一回自分がねこの例えばそのステアリングのコラムを動かしたりとか、これ試乗編の最初でお話ししますけれども、このステアリングのコラムを自分の形にしたりとか、あとシートのアジャストで自分のシート位置決めたりするじゃないですか。でこれが通常であれば全部メモリーされるんですけれども、今回のモードに関しては全てですね一回降りてオフにしたらデフォルトに戻るっていうモードに設定されてるんじゃそうです。そういうのもあるってね、すごいよねっていう話なんですけど、ちょっとしたことですけど本当すごいですよね。確かにそういうプログラムが一つあれば全ショップで使えるので、ストアオーナーさんが喜ぶというかね、販売員の人も楽になるかなっていうところもすごく合理的だなと思います。で、車系はもう全部この中でできちゃいます。でさっき言ってたステアリングの調整とかいうのもこれを押すとこんな感じでこのボタンの操作の方法が出てくるので、これでほらこうやってこうカクカクくるくるした方が簡単なの、くるくるした方が簡単ですね。くるくるした方が簡単でした。はい、とかいうのもできる、インとアウトもこう横にやればできるといったような表示がここに出てきます。とかあとそうですね、洗車モードになると全てのウィンドウが閉じ、また充電ポートがロックされ、ワイパーセントリーモード、降車後オートロックおよびパーキングセンサーチャイムが無効になりますとかね、そういうのもあったりとか、あと録画常にしてるとかね、そういうのもあるし、あとダイナミクスでいうとその加速の加減速のね感じのこともここで調整をできていったりとかもします。でハンドルの重さ標準軽い重いできるんですけど、私ね今日の感じが標準だったとしたら結構ね軽い方が好みかもって思いました。とかね、
あとは、充電のマネジメントですね。そう、テスラはですね、目的地まで設定しておくと、例えば寒い時期はですね、目的地に着く前に、充電する前にですね、プレヒート、バッテリーをプレヒートしといてくれて、充電をスムーズにしてくれる機能とかもあります。で、このプレヒートとかができないメーカーさんが割とまだあるので、そういう意味ではやっぱりなんかテスラのこの技術のリードというか、そういうところは生きているのかなっていうふうにも思います。あとオートパイロットですね。で、この辺も例えばオートステアリングであるとかね、ここ選べたりとか、そう現在ベータ版で出てるんですけど、こういうのが選べたりとか、速度設定もできたりとか、こういうのが全部あるので、全部この中にあるので、ちょっとですねオーナーさんは最初乗り出す方が大変かもしれないですが、ぜひですねこの辺は使い、切っていただいてね、これ見なくてもぶっちゃけ運転はできるんですけど、でもね知ってた方がこんなのもあったんだとかいうのもたくさんあるので、ぜひですねこちらの方は知っていただきたいなとも思いますし、そしてじゃあですよ、シフトどうやんのと、どうやったら進むのというのはここなんですよ。これ分かります？これがシフトになってます。だからこれを前にやると、これでドライブ入ってるんですね。で、今私前が壁なので危ないですよっていう表示が出ました。こういうのもちゃんと表してくれます。で、これを後ろにやると、リバースになります。これがシフトなんですね。で、ここを真ん中をタップするとパーキングに入ってテレレテッテッテみたいな感じになるっていう。で、これが走ってると、前に走ってる時は意外と大丈夫なんですけれども、車止める時は慣れが必要かなって思いました。前か後ろかっていうのがちょっと混乱しやすいというかね、わってなるんですよね。慣れると思いますけど、っていう感じでここにシフトが出てきて、でこれがすごいんですけど、ほらパーキングにしてねしばらく置いとくとこれがどっか行くんですよ。で、例えば走ってるとほらね、こんな感じでもうなくなって、どこでどうやって操作するのみたいな感じになっちゃうっていうね、これもまたおしゃれじゃないですか。そもそも、そしてあれないですよ、スタータースイッチないので、このブレーキ踏んでここ踏んだらもう進み始めるというような感じです。でもちろんオーナーさんはですねキーレスでエントリーできるんですけれども、今回そのストアモードっていうのが入っているので、ここに置いてこれを押すとスタートできるというようなシステムに変わってました。けど普通のオーナーさん、通常のオーナーさんであればですね、これ普通になくても大丈夫ですし、これはそうだから、ここがそのキーのセンサーでもあり非接触充電でもあるんですよ。だからこの機能がいろいろと振り分けられているのが、一つの場所に一つの機能じゃないんだなっていうのがまた結構驚きポイントでもあります。で、この中にはめちゃめちゃ大きなストレージがあって、ちょっと紙切れが1枚パラッと入ってますけれども、こんな感じでめちゃめちゃでっかいものが、何入れんねんっていうぐらいでっかいものが入るっていう感じになっております。はい。で、ドリンクホルダーをですね、私の愛用青汁青汁のこのボトルとかもしっかり入るといったようなものですね。でこれもちゃんと、ミニマライズできるというか、何もなくできるというか、すっきりとさせることもできます。そしてグローブボックス、この中にはですね USB のタイプ C があるんですけど、それもですねどこにあるのか分かんないぐらいすごいささやかにここにあるんですけど、こんな感じになっていて、でユーザーフレンドリーというよりはもうほんとデザインライクな感じになってますね。といったようなものです。そしてモデル Y といえばこのガラスなんですけれども、ここもですねこの前お話しした通り、この後ろの方までですね透過率というか、この UV 率が上がったというところも機能の新しい進化です。それではですね後部座席ちょっと見ていきたいと思います。これもね乗れなかったので私自身もすごい楽しみですけれどもいや広いわこの広さは何が広いって、もちろん、膝前も非常にね余裕があります。これこそ EV の利点だと思うんですけれども、非常にホイールベースが長く取れますので、膝前、乗員スペースが非常に広いから膝前も広いっていうのはもちろんなんですけど、このね白の内装と合わさってものすごい開放感があるのがこれガラス、そして頭上のクリアランスです。なんかちょっとしかもやっぱりちょっと肌綺麗に見えますよね、白。ありがたい。もうちょっと本当にね謎にテンション上がってると思うんですけど、テスラの紹介する時って謎にテンション上がるので、ぜひですね試乗してみていただきたいんですよ。
ちょっと分かりにくいですよね。でも本当に広いので、今まで私が乗る前はここブラックアウトされてるんですけども、乗った瞬間に人感センサーでちゃんとシートの後ろにこのようなモニターが出てきます。でこれもほら、そう今回ですね、このブワーってなってますね、ふわーってなってますね。この風向きなんですけれども、この風向きがほら見て見て、こんな風にどこに風当てるっていうのをこうやって選べるんですよ。わかります？このスタンドみたいになってるやつ、ジョジョのねスタンドみたいになってるやつ、わかりにくいこと言いましたけど、この、ね、スタンドが動いていくんです。でこれで風向きを変えられるんですけれども、これがですよ、今回前の席に関してはですね、自動でふわーって風の流れを変えてくれるようになりました。そうまさにクラウンマジェスタみたいな感じのものが入ってるんですが、実はルーバーがもう奥の方にあるんであんまり見えないんですよね。で見えないんですけれども、一点に風を当てるんじゃなくてふわーんとさせるっていうのは前に入り、後ろにはスタンドがいるというような感じですね。はい、あとは何ちょっとゲームもあるじゃん。すごいすごい、後ろでゲームできます。でも子供さんとかめっちゃいいじゃないですか。ただこれはちょっと取れないんですね。取れないので、ここでやるしかないんですけど、でも充電待ってる間とかいいんじゃないっていう感じですね。あとはもう機能であったりか、音楽もね変えれたりとかで、これはシートのベンチレーションとヒーターだけかな、全てオフ。熱い熱い熱いはいヒーターか。でこのシートの格納とかもできる。おーなんか動いてきた。びっくりした。展開ね、楽しいですよね。いやちょっとね、いろいろとサプライズがありすぎて、ちょっと楽しすぎてつい興奮してしまいましたちょっとこうやってもなかなか天井に、すごくないですか？このクリアランスは本当すごいです。真ん中に乗ってさえもこれっていうね。ちなみにシートも結構ゆったりしていて、これもフロントシートと同じようなコンセプトで作られてる、ちょっとソファーみたいな感じですね。ここも非常に座り心地がいいです。自分でできる、簡単早くて効果抜群、ダイヤモンドプラスシラザン50です。全然ツルツル。はい、というわけで今日はこちら新型テスラモデル Y のですね、内外装と使い勝手編をお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか？すごいね、なんか優しい進化があるっていうところにまたちょっと高飛車な、ね、イメージあるかもしれないんですけど、私もあったんですけれども、好感度が増してしまいましたね。いいですね、このツンデレ戦法というわけでですね、この次にお届けする市場も結構驚きの結果となりました。皆さんぜひですね、こちらの次の動画もご期待いただけたらと思います。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆうきでした。バイバイ。